皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。それではコメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、今日は佐野慎介さんと3度目です。佐野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は一番難しいテーマで、将来のこれからのスポーツ一体どうなるんだろうかということを話し合いたいと。これは僕はたっての願いで佐野さんの意見聞きたいなと思ってたんですが、もう要するに AI というものが出現して、それからスポーツの世界にも e スポーツが出てきて、私は最初 e スポーツはこんなものはスポーツじゃなくって、身体を中心としたものがないとスポーツとは呼べないっていうふうに言ってたんですけれども、e スポーツ自体が身体化してきているところもあるというようなことまで言われる上に、障害者の人であるとか、あらゆる人にとっての、平等な、メディアとしての、e スポーツってものを考えると、どうしてももう否定できないな、というふうに思いまして、この先どうなるんだろうという気がしています。その一方で、サッカーとかプロ野球に AI が入ってきて、もう動き方も全部 AI が教えてくれると。例えば、メジャーリーグの野球を見ていて、大谷が打席に行くときを見ても、タブレットを見てから、打席に立つっていう風になりました。さて、未来のスポーツはどうなるんだろうというところで、佐野さん、どうなりますかね。どういう風に思っておられますか、この変化を。科学の進歩っていうのはやっぱりすごいと思いますよ。はい、で、それがスポーツに大変、いい影響を与えている。はい、それはもう。ちょっと待ってください。今、いい影響と言われましたよね。良い影響ですね。失礼しました。いや、いいんですよ。良い影響と、良い影響と悪い影響、両方ありますから。両方、はい。で、非常に今、良い影響の方、玉木さんが説明していただいた通りだと思うんですよ。で、要するにもう、AI が入ってきたことによって、トレーニングが変わった。それから、戦術が変わってきた。戦略としての AI というものが出てきた。で、さらに言えば、ビジネスの分野で AI が非常に今、重宝されてますよね。なるほど。だから、例えばもう、観客が入るときにもうチケットなんかいらないわけですよね。そうですね。それらしいですね。私最近。そういうところがあったりとか、この席の、どこの席が欲しいかというのを AI が選んでくれる。私はこういう形で野球を見たいとすれば、じゃあ、例えば一塁側の内野席のここの、一塁ベース上の延長線上がいいですよとか、そういうことまで選んでくれるわけですね。それによって、いわゆる席に格差ができる。要するに、一席いくらで売れる。というところまでも今や進んでいます。だから、そういう意味ではビジネス的にも AI っていうのは非常に貴重な状況になってますね。なるほどね。そういう広がりがある。はい。だから未来的に言えばそういう AI がいろんなところで役に立つわけです。だから動線もチェックできるし、人々がどういう流れであるか、だから入り口をどうするのかとか、そういうことも全部見せてくれる。それで AI が、だから自分の帰る時間とそのあれを予測しとけば、それは全部、例えばどの電車に乗ってどうだとか、この時間だったらこれがいいとかって全部できるわけですよね。なるほどね。そして売る側としてもそういうお客さんがどれだけぐらい来るのかっていうことを考えれば、周りの整備の仕方から何からが出てくるということなんですね。そのビジネスの側をちょっと横に置いておいて、そのスポーツそのものの方で考えてみると、
サッカーなんかでももう、対戦相手が分かったら、対戦相手の戦術から戦略から、どういう攻撃をしてくるから、うちのチームはどういうことをやらなきゃいけないっていうのが出てきているわけですよね。で、それによってもうすでに、スポーツは限界に来てるんではないか。っていうことを言っている人たちもいます。それで、ルールを変えていかなきゃいけないんじゃないか、というふうに言ってる人もいます。そういうふうに思うと、この先のスポーツそのものが、変わっていくと思われますが、その辺どう思われてますか、佐野さ変わるだろうと思いますよ。ん。それは。それは AI が入ることによって、例えば、その AI を破るためにどういうことを考えるかとか、AI の戦術を破るために AI を使うというふうな、逆に言えば AI 同士の戦いみたいになっちゃう可能性だって出てくるんですよね。でそれを面白いと感じるのか面白くないと感じるのか。出た。あるいは、それがもう、極端系に言えば、それが e スポーツと同じような形になっていって、いわゆる実際の選手たちを、じゃあ自分が監督になったら AI を使ってこういう風にシミュレーションしていくとか、というものと、実際の試合がどうだっていうのと、両方見れるとか、で、そういう風な楽しみ方とかっていうのも出てくるんじゃないかなって気がしますよね。今、ふっと言われたので、観客がどう見るかというようなことを言われましたけれども、これはやっぱり大きいんでしょうね。面白いと思うか、面白くないと思うか。例えば大谷を例にとるわけじゃないですけども、メジャーでタブレットを使っている。それによって1球目からどんどん、相手の投げるボールはこれだと分かっているから思い切り振っていくと。今のところそれに対する批判は出ていませんよね。この先出てきて、ルールが変わるところまで進むようなことがあるんですかね。だから、その予想を裏切るような AI の考え方っていうのが出てくるかもしれませんね。で、実際問題、野球もそうだけど、それ以前にバレーボールなんかも結構やってましたよね。やってますね。女子バレーの真鍋さんが監督時代はやっぱり随分、今また監督戻られましたけども、随分タブレットでタブレットずっと持って、だからそういう意味では、いろんな形での AI の使い方って出てくるんだろうなと思うんですよね。だから、逆に言えば、そういう、監督コーチ、ヘッドコーチみたいな人たちの中に AI コーチが出てくるかもしれないですね。なるほど。なんかアメリカでは AI が、州の議員ですか、議会に立候補する、あるいは、都市の市長に立候補した AI がいると。要するに AI を立候補させた人が出てきたというようなことと同じように、コーチが現れるかもしれないっていうのは、かなり可能性はありますね。でも、もうすでに記者は出てますからね。何が出てます？ AI 記者は出てますから。記者要するに記事書く人間ですね。なるほどね。この先はどう考えればいいんですかね、スポーツの未来。だから、スポーツってもう一回何だろうっていうところ、さっきオリンピックって何だろうって話を、前しましたけれど、やっぱりスポーツって何だろうってもう一回考えてみる必要があるんだろうなと思います。だから、先ほど玉木さんがおっしゃったような、いわゆる体を動かすということ。そこがスポーツの原点なのか、スポーツは楽しいということが原点なのか、余暇の活用が原点なのかとか、いろんな見方が出てますよね。で、余暇とか、あるいは楽しみっていうことだったらゲームだっていいわけだし。だけど、やっぱり体を動かす肉体的なその行為を指してスポーツというふうに定義をしていくならば、それはやはり AI に動かされていくっていう部分がいかがなものかとかいうところにもなってくるだろうし。だから本当に正直申し上げて全然想像がつかなくなるんじゃないかなと思ってます。私ね、佐野さんに、それこそ、大学の教授としても定年で、肩書きをどうしたらいいですかって最初に聞いたときに、佐野さんが、
スポーツの可能性を考える川越のじじいにしてくれって言われたのが非常に面白かったんですけれども、そのスポーツの可能性を考えるっていうことに、本当もうドキッとしてしまいまして、スポーツの何を考えるかっていうときに、スポーツの可能性、どういうふうに考えておられますか、今の次元で？私の場合の一つ考えていたのが、いわゆるスポーツの、と社会のつながり。だからスポーツ、今、例えば、よく地域の活性化、地方の活性化にスポーツを使おうよと。はい。いう形でのスポーツはい。があります。ありますね。それから社会、いわゆる人口の、減っていって、子供たちが少なくなる中で、いわゆるスポーツをどういうふうにしていくかということも可能性の問題だと思うし、はい。それから、いわゆる今までのスポーツのあり方と違った競技性よりも、ゆるスポーツ的なものの発展みたいのもあると思うんですね。はい。いろんな形でのスポーツのあり方が出てくると思います。で、AI にもしかして、例えばプロスポーツがそういう方向性に行ったときに、それと逆作用っていうのも当然出てくるだろうと。もう一度、いわゆる自分が動くということがスポーツであるというふうな考え方も出てきて、じゃあ、その楽しみとしてのスポーツとして、ジョギングから始めてとか、はい。あるいは簡単な、ゆるキャラで楽しもうよとか、卓球を楽しみたいとか、バドミントン楽しみたいとかっていうふうな、いわゆる、スポーツの中の、見るとするというところの、ものが、いろんな多様性が出てくることによって、そこに、新たな文化的なものが生まれるんじゃないかなっていう、そういう可能性。で、それが社会とどう結びつくかというところに非常に興味持ってるんです。なるほどね。私もいろいろ考えたりしたときに、わかりやすいところからいくと、例えばオリンピックですけれども、そのオリンピックとパラリンピックが合体して、それで、例えば100メートルのレースが、これから決勝が始まるというときに、健常者の人が走った後に、視覚障害者の人が走り、から義足の人が走り、それから腕のない人が走り、それからいろんな人が次々と走っていく中で、というようなレースになれば、誰が世界一速い人かがわからなくなるわけですよね。で、その世界一速い人っていう意味がなくなる。要するにスポーツの相対化っていうものができた時に、非常にスポーツっていうのは、なんかナチュラルにみんなに広がっていくんじゃないか。私はこれがいい、私はこれがいい、違うのがいいんだっていう風になっていく。これが将来の姿かなと思う一方で、そうなると一番困るのはマスメディアだなという気もするんですけれども、佐野さん、今の私の意見聞かれてどう思われましたでしょうか？非常に私もそういうのは面白いと思ったんです。で、そうなってくるとオリンピックっていらないだろうな。パラリンピックっていらないだろうなっていう。それでもう一つは、マスメディアはじゃあ、これに特化する。プロスポーツに特化するとか。はい。あるいは、健常者スポーツに特化するとか。それから、パラスポーツに特化するとか。はいはいはい。そういうふうな形が出てくるかもしれない。で、それは選択して見るという。あるいは読むという。そういうことになるんじゃないかなっていう気もしますよね。その時には、マスメディアという言い方が正しいのかどうかわからないけれども、スポーツの、いろんな種類のスポーツをやっているチャンネル数も結構増えるだろうし、それからネットメディアというものもそこでまた有力なメディアになってくるかもしれないということは言えますね。で、だからそこにインターネットにぶら下がる新聞社とか、ぶら下がるテレビ局とかっていうものになるんじゃないかっていう。なるほど、だからインターネットっていうのは幅広いじゃないですか。まあ、だから、そうですね。それをすべて報道することも可能だし。
うん。うん。で、すべて、いろんなチャンネルを切り替えていくことによって、インターネットならできるわけですけども、まあ、新聞とか、テレビとかっていうのはそこに限界はある。でも、それは新聞は新聞なりのやり方がある。テレビはテレビなりのやり方がある。というふうな、そういうふうな形でインターネットにぶら下がるっていうことだってあるかなっていう気がしてます。でもまあ、そういう世の中に向かって今、佐野さんはいい世の中に向かって走っていると思われますか？それとも、ちょっとこれは困ったことだなと思われてますか？どちらですか？困ったっていうことはないと思うんです。で、何がいいとか何が悪いとかっていうことはまだ正直言って何もわかりません。で、それは、まあ、将来の方たちが、時代はこうだったねっていうことだろうと思うんですけれども、例えば、そういうことを、例えば、先ほどの、まあ、渡辺森成さんの話に行くと、要するにオリンピックを5大陸で一緒にやるっていうのは、これ、ネットが普及しているからできる部分ってな。そうですね。そういうアイデアはね。いろんな形の参画の仕方がネットではできると思うんですよね。で、そういう意味の面白さは出てくるけれども、でそこには、もしかしたらオリンピックもいらない、パラリンピックもいらないという、そういうものになってくるんじゃないかなと思うんですね。なるほどね。先週になりますか、歴史家の伊沢元彦さんと、に、これ出ていただいたりしたときに、伊沢さんに嫌味な質問をしまして、今までに見たスポーツで、どれが一番いい、感激したスポーツでしたかって聞いたんですけれども、この嫌味な質問を佐野さんにもぶつけたいと思いますが、いかがですか？それはスポーツですか？それともスポーツの大会とかなんかのシーン。佐野さんの思うスポーツで結構です。正直言って、一番まあ、なんて言うんだろう、見て印象に残ったものから言うと、私はですね、スポーツを参画するという意味での、オリンピックの開会式なんです。これはやっぱり非常に興奮する部分がやっぱりありますね。どの大会とかいうのは？まあやっぱり一番は、1994年のリレハンメルの冬季のオリンピックですね。これはもう本当に、未だにやっぱり脳裏焼き付いてますね。どういうところでこれね、本当に手作りなんですね。で、競技場ではなくて、ジャンプ台でやるんですよ。はい、そうでした、ね。ジャンプ台でやって、で、選手たちが入場して、そしてそのジャンプ台から意表をつくことがいっぱい出てくる。ジャンプ台の下から、いわゆる、ランディングゾーンのところで、そこから、突然、ポコッと穴が開いて子供たちが出てきたりする。で、そういうふうな演出がとっても良くて、で、それが、で、聖火は、ジャンプ台を飛ぶわけですね。飛んで、そして、ジャンプで、降りて、そして、最終的に点火者は、まあ、ノルウェーの、まあ、当時の皇太子だったんです。今は国王ですけれども、が点火するんですけれども、それの時にね、子供も大人も、アスリートも、そうじゃない人たちも、一緒になってわーっと盛り上がっていく。で、これ、要するにスポーツをする、しないとかというよりも、スポーツって楽しいねっていうところが演出としてあった。なるほど。で、それが、私はスポーツのシーンっていうと、ちょっとこれは違うことは違うんです。スポーツのシーンとしては、本当は例えばまあ大谷の、打った瞬間のところを行ったりとかするべきだと思うし、長島の引退試合を言うべきだろうと思うんですけれども、自分の中で非常にそういうことがあって、スポーツの楽しさっていうか、これからさ、楽しむぞという部分が非常にあって、それが非常に未だに印象に残ってます。私は、私の意地悪な質問をものすごく素晴らしく、ここまで返されたんで、困っておりますけれども、なぜ私の質問が意地悪かっていうと、私の答えが、
多分皆さんの予想できるもんでは全くなくって、私がいつも一番これまでに見たスポーツで素晴らしいのは、自分の子供たちが幼稚園の時にやったリレーだという言い方をしてるんですね。もうあんなに楽しいものはなかったと。親はどれだけ興奮してるのかわかんないで。子供はもう手を振りながら歩いて走ってるのもいれば、後ろに向けて走ってるのもいれば、バトンを落として泣きながらお父さんが取りに行って一緒に走ってる子供がいて、みんなうわーってあんなに楽しい、リレー、スポーツを、私は8年間も、喜んでやらせてもらったっていうようなことを言って、それはずるいよと言われていつも終わるのが、今、佐野さんに見事に仕返しを送ったというふうに思っております。スポーツも、これも、ある意味、佐野さんの言われたもうスポーツの絶対化ではなくって相対化と言いますか、これが一番素晴らしいんだ、これがすごいんだというよりも、みんなで楽しくっていうことのところの感激ということを言われたと思うんですけれども、そういうものの見方に、我々が広げればいいんですよね。そうだと思います。やっぱりスポーツは楽しいんだよということを、我々はやっぱり言い続けていく必要があると思う。嫌なこともあるし、汚い部分もあるし。はい。だけども、それでもスポーツってやっぱり楽しいんだよねっていうところを、どう上手にやっぱり、伝えていけるかっていうのは、こういう玉木さんとか尾崎さんとか私とかっていう、そういう関わっている人たちの一つの役目じゃないかなっていう気がしますよね。そうですね。いや、もう素晴らしい結論を与えていただいてありがとうございます。これからもスポーツ、それこそ本当楽しいもんだということを思い切り言うために、思い切り批判もしていきたいと思いますので。そうですね。楽しいからこそ、だからこういうことはやめましょうねとか、そうですね、こういうことを排除していきましょうねとか、こういうことをもっともっと広めましょうねとかっていうことだろうと思います。そうですね。いや、佐野さん3回にわたって本当にありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。状況が変わったりしたら、また、お呼びしますので、ぜひとも出ていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい。では、次回の配信も楽しみにしていてください。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。